子猫のピアとラキ。プロローグ。小さな町の山の中に捨てられていた2匹の子猫、ピアとラキ。彼らはオスとメスで、生まれながらに免疫が低下する病気に感染していた。多くの人々は病気の彼らを見て見ぬふりをした。しかしある日、心優しい村上鶴が彼らを見つけた。鶴は彼らの小さな体に宿る命の輝きを見逃さず、家で育てることを決意した。彼らの家は暖かい光が差し込む小さな家で、ピアとラキはそこで新しい生活を始めた。鶴は猫に温かいミルクを与え、柔らかい毛布で包み、愛情を注いだ。第一章特別な使命。実はピアとラキはただの子猫ではなかった。彼らは天から地上に使わされた特別な使命を持つ猫だった。ピアは好奇心旺盛で冒険心に満ちたオス猫で、ラキは優しくて思いやりのあるメス猫だった。彼らの使命は人々に本当の優しさ、本当の医療、そして本当の心を教えることだった。彼らの目には天から授かった特別な光が宿っていた。ピアとラキは鶴の愛情に包まれながら、その使命を果たすための力を徐々に蓄えていった。彼らは夜空を見上げ、星々に向かって祈りを捧げていた。ある夜、ピアとラキは夢の中で不思議な声を聞いた。あなたたちには特別な力がある。時を超えて旅をし、人々に愛と希望を届けるのです。その声は彼らの心に深く響き、使命の重さを感じさせた。ピアとラキは心の目を覚まし、お互いにその夢のことを話し合った。彼らはその声が天からのメッセージであることを確信し、使命を果たすための準備を始めた。第2章病気の発症。時が経ち、ピアとラキは病気を発症した。鶴は彼らを救うために何箇所もの動物病院を訪れたが、どこの治療も失敗に終わった。鶴は絶望の淵に立たされ、何とかして彼らを救いたいと願っていた。鶴の涙はピアとラキの小さな体に降り注ぎ、彼らの心と深い絆を刻んだ。鶴は夜も眠れず、ピアとラキのために祈り続けた。鶴の家族たちもピアとラキのそばで励ましの言葉をかけ続けた。鶴の父親はかつて動物学者として働いていたが、今は小さな町で農業をしている。母親は地元の学校で教師をしており、子供たちには自然と動物への愛を教えていた。子供たちは兄のたけしと妹の福。たけしは勇敢で責任感が強く、福は想像力豊かで心優しい。家族全員がピアとラキを救うために全力を尽くしていた。ある日、鶴は夢の中で古代の魔法の森に行けば治療の方法が見つかるでしょう。時間を超える力を使いなさいという声を聞いた。その言葉に導かれ、彼らは時間移動の方法を探し始めた。彼らは図書館やインターネットで情報を集めたが何も見つからなかった。第3章古本屋での発見。鶴はある日偶然入った古本屋で一冊の古い本を見つけた。その本には魔法の森の動物病院のことが書かれていた。鶴はその病院がピアとラキを救う鍵だと信じ、
病院を探し出すことを決意した。古い本のページをめくるたびに、鶴の希望は新たな光を見出していった。本には魔法の森への道順や、そこに住む不思議な生物たちのことが詳しく書かれていた。さらに本の最後のページには時間移動の呪文が記されていた。この呪文を使えば過去や未来に移動できると彼らは興奮しながら話し合った。鶴はピアとラキを救うために過去の魔法の森に行くことを決意した。第4章時間移動の呪文。鶴はその呪文を使うことで過去や未来に移動できることを知った。彼らはピアとラキを救うために過去の魔法の森に行くことを決意した。夜が更け、家族は静かな部屋で集まり、古い本の最後のページに記された呪文を唱える準備を始めた。この呪文を唱えるとき、純粋な心で強い願いを込めてくださいと本には書かれていた。鶴たちは手を取り合い、深呼吸をして心を落ち着けた。そして呪文を唱え始めた。時の流れを超え、過去の地へと導け。古の森よ、我らを迎え入れよ、アルンサワー。呪文を唱え終えると、部屋の中に柔らかな光が広がり始めた。光は次第に強くなり、鶴たちを包み込んだ。目を閉じると、彼らはまるで風に乗っているかのような感覚に包まれた。時間と空間が歪み、彼らは次第に過去の世界へと引き込まれていった。第5章魔法の森の動物病院。目を開けると、鶴たちは古代の魔法の森に立っていた。そこは現代とは異なる美しさと神秘に満ちていた。木々は高くそびえ、葉は輝くような緑色をしていた。空気は澄んでいて、鳥たちのさえずりが心地よく響いていた。ここが古代の魔法の森なのね、と鶴がつぶやいた。彼らは森の中を進み、ついに魔法の森の動物病院にたどり着いた。病院は美しい森の中にあり、さまざまな不思議な生物が訪れる場所だった。鶴は病院のスタッフにピアとラキのことを話し、助けを求めた。病院の中には魔法の力が満ち溢れており、希望の光が輝いていた。スタッフは鶴の話を真剣に聞き、ピアとラキの特別な使命を理解した。病院の中には癒しの音楽が流れ、花々が咲き誇っていた。第6章奇跡の治療。病院のスタッフはピアとラキの特別な使命を理解し、全力で治療に当たった。彼らは魔法の力を使い、ピアとラキの病気を治すための特別な治療を施した。治療は成功し、ピアとラキは元気を取り戻した。奇跡の瞬間、家族の目には涙があふれ、喜びの声が森中に響き渡った。病院のスタッフもまた彼らの回復を祝福し、将来もし病気になったらすぐ魔法の森の動物病院に来られるよう特別な呪文を授けた。家族は感謝の気持ちを込めて病院のスタッフにお礼を伝えた。第7章現代への帰還。ピアとラキが元気を取り戻した後、鶴たちは現代に戻るため賢者たちの助けを借りて、再び時間移動の呪文を唱え、現代の魔法の森に戻った。家族は現代の魔法の森の動物病院にたどり着き、
そこでもピアとラキの健康を確認した。現代のスタッフたちもまた彼らの回復を祝福し、特別な過去から来た薬がより多くの病気の猫を救えるように回復呪文を込めた。エピローグ。ピアとラキの冒険はこれからも続いていく。彼らは新たな仲間と出会い、さまざまな試練を乗り越えながら人々に愛と希望を届けるための旅を続けるのだった。彼らの物語は永遠に語り継がれるだろう。新たな仲間たちとの出会いが彼らの旅をさらに豊かで意味深いものにしていった。ピアとラキはこれからも多くの人々に愛と希望を届けるために旅を続けていくのだった。